習慣と脳の科学どうしても変えられないのはどうしてかは、私たちが日常生活の中で繰り返している習慣がどのように脳に刻まれ、なぜその習慣を変えることが難しいのかを科学的に解明した一冊です。日常生活で無意識に言っている行動や思考のパターンが脳のどの部分で形成され、どのようなメカニズムで維持されているのかを理解することで、習慣を意図的に変えるヒントを得ることができます。本書は、習慣を脳の自動化システムとして捉え、その形成過程とメカニズムを探っています。例えば、朝起きてすぐにスマホをチェックする習慣や、夜遅くまでテレビを見続けてしまう習慣など、私たちの多くが一度始めるとやめられない行動には、脳内で特定の回路が繰り返し活性化されていることが影響しています。この脳回路が強化されると、私たちは意識的な努力をせずとも、同じ行動を繰り返すようになるのです。この本の第一のポイントは、脳の可塑性にあります。脳は柔軟であり、経験を通じて絶えず変化します。この特性を可塑性と呼び、これが習慣の形成に深く関わっています。習慣は、脳がエネルギーを節約するために作り出した自動化プロセスです。新しい情報を処理するためには多くのエネルギーが必要ですが、習慣化された行動は、脳がそのエネルギーを節約し、効率よく機能するための手段となります。このプロセスの背後にあるのが、脳内の基底核という領域です。基底核は、私たちが日常的に行う習慣的な行動を司り、その自動化を促進しています。例えば、自転車に乗るとき、最初はバランスを取ることに集中しなければなりませんが、何度も練習を重ねるうちに、脳が自動的にバランスを取る方法を学び、無意識に自転車を操作できるようになります。これが習慣の形成の仕組みです。しかし、習慣を変えることが難しい理由の一つは、報酬システムの存在です。私たちは快楽や満足感を感じると、その行動を繰り返したくなる傾向があります。これが習慣の強化につながり、特に悪い習慣をやめることが困難になる理由です。例えば、食べ過ぎや無駄遣いなどの行動は、短期的には快楽をもたらしますが、長期的には健康や財政に悪影響を及ぼすことがあります。それにもかかわらず、脳は報酬を得ることで、その行動を繰り返すように働きかけるのです。このように、私たちの脳は報酬を求める性質を持っています。良い習慣も悪い習慣も、私たちが行動した際に得られる報酬によって強化されます。そのため、習慣を変えたい場合は、まずその行動によって得られる報酬を理解し、それを別の行動に置き換える必要があります。本書では、この報酬システムのメカニズムを詳細に解説し、習慣を効果的に変えるための方法を示しています。また、習慣を変えるためにはトリガーを理解することも重要です。習慣は、特定の状況や刺激によって引き起こされることが多いです。例えば、ストレスを感じた時に甘いものを食べてしまう人は、ストレスがトリガーとなって食べる行動を引き起こしています。このようなトリガーを意識し、それをコントロールすることが、習慣を変える第一歩となります。本書では、習慣のトリガーを特定し、それを効果的に管理するための具体的な方法も紹介されています。例えば、ダイエットを成功させたい場合、甘いものを食べたくなるトリガーを見つけ、その代わりに運動や瞑想といった健康的な代替行動を取り入れることが推奨されています。このように、トリガーと報酬の関係を理解し、意識的に新しい行動を選択することで、脳は新たな習慣を学習していきます。次に、習慣を変えるための意志力の役割についても解説します。意志力は、私たちが習慣を変える際に重要な役割を果たしますが、実は有限です。長時間にわたって意志力を使い続けると、疲労しやすくなり、最終的には自己制御が難しくなることが研究で明らかにされています。これが、ダイエットや禁煙などの習慣を変える努力が一時的には成功しても、最終的に元に戻ってしまうことが多い理由の一つです。この点で、本書は小さな成功体験の重要性を強調しています。習慣を変えるためには、少しずつステップを踏むことが効果的です。大きな目標に取り組むよりも、小さな目標を設定し、それを達成することで得られる達成感が、次のステップへの意欲を高めるからです。例えば、毎日10分の運動を習慣にしたい場合、最初は1日5分から始め、その達成感を感じながら徐々に時間を伸ばしていくことで、長期的な成功が期待できるのです。さらに、習慣を効果的に変えるための環境の整備も重要です。脳は周囲の環境に大きく影響を受けるため、習慣を変えたい場合は環境を整えることが必要です。例えば、食事の習慣を変えたい場合、家にジャンクフードを置かないようにするだけでも大きな効果があります。同様に、仕事の生産性を上げたい場合は、散らかったデスクを整理し、
集中できる環境を作ることでフロー状態に入りやすくなるのです。環境を変えることは、意志力に頼らずに習慣を変えるための強力な手段です。私たちは日常生活の中で無意識に周囲の環境に適応し、その中で習慣を作り上げているため、意識的に環境を整えることが習慣の改善に大いに役立ちます。この本では、環境をどう整えるかについての具体的なアドバイスも提供されています。習慣を変えるためには、脳のメカニズムを理解することが欠かせません。私たちの行動の多くは、無意識のうちに脳が自動化してしまっているため、意識的に変えようとするには多くのエネルギーが必要です。しかし、本書にあるように、正しいアプローチを取ることで、習慣は少しずつ変えていくことが可能です。さらに、習慣と脳の科学では、習慣を変える際にサポートシステムの重要性についても触れています。私たちは、意志力だけに頼って習慣を変えることが難しいと感じるとき、周囲の人々のサポートを得ることで成功率が高まります。家族や友人、同僚など、周囲の人々があなたの変化をサポートし、一緒に目標に向かって努力することで、変化のプロセスがよりスムーズになります。例えば、ダイエットに挑戦しているとき、一緒に食事制限をしてくれる友人や、定期的に運動を共に行うパートナーがいると、そのサポートは大きな力になります。また、習慣を変える際には、フィードバックを受けることも大切です。周囲の人々があなたの進捗に気づき、ポジティブなフィードバックを与えることで、モチベーションがさらに高まります。また、習慣を変える際にはセルフ、コンパッション自己への優しさが非常に重要だと本書は強調しています。習慣を変えることには時間がかかり、時には失敗もつきものです。大切なのは、失敗を必要以上に責めず、自分に優しく接することです。自己批判ばかりしてしまうと、モチベーションが下がり、習慣を変えることがさらに難しくなります。セルフ、コンパッションとは、失敗しても自分を責めるのではなく、またチャレンジしようと前向きに捉える姿勢です。自己批判の代わりに、自己肯定感を高め、自分を励ますことで、習慣を変える力がより強くなります。本書では、このセルフ、コンパッションの具体的な実践方法も紹介されており、自己を受け入れながら変化を促す姿勢が重要であることが説かれています。さらに、習慣と脳の科学は、習慣を変えるためのマインドセットにも重点を置いています。マインドセットは、私たちの思考や行動に大きな影響を与える要因です。固定的な考え方に固執せず、柔軟に変化を受け入れる成長志向のマインドセットを持つことが、習慣を変えるためには非常に効果的です。固定的な考え方では、失敗や困難に直面すると自分には無理だと諦めがちです。しかし、成長志向のマインドセットを持っていると、失敗を成長の機会として捉え、次の挑戦に向かって前進することができます。このマインドセットのシフトが、習慣の変化を持続可能なものにする重要な鍵です。最後に、この本では習慣を変えるための実践的なステップが紹介されています。それは、1日 1% の改善というシンプルで効果的なアプローチです。大きな変化を一度に求めるのではなく、毎日少しずつ改善していくことで、長期的には大きな成果が得られます。1日 1% の改善を積み重ねることで、1年後には大きな変化が現れるという考え方です。この小さな改善を習慣化することで、無理なく持続的な変化を達成できるのです。日々の生活の中で少しずつ変化を加えていくことで、習慣を確実に変え、最終的には望む結果を手に入れることができるでしょう。習慣を変えることは簡単ではありませんが、本書を通じて脳のメカニズムを理解し、適切なアプローチを取ることで、あなたも確実に変化を起こせるはずです。もし、この本に興味を持った方は、ぜひ手に取って読んでみてください。この本は、習慣と脳の関係を深く掘り下げ、日常生活の改善に役立つ具体的な方法を提供しています。読んでいただくことで、あなたの生活がより充実し、望む習慣に変えるための一歩を踏み出せることでしょう。